Hi, how are you? こんにちは、みずきです。皆さんお元気ですか？はい、ありがとうございます。私は今日も元気です。はい、ついにですね、梅雨が明けました。7月中旬ぐらいについに梅雨が明けまして、日本の夏本番が始まってしまいましたね。梅雨はたくさん雨が降ってすごくジメジメして湿度が高いので、それはそれで終わってくれて嬉しい気持ちはあるんですけど、梅雨が終わるともう本当に気温が高くなって、で日本の夏は湿度もめちゃくちゃ高いのでね、終わったら終わったで大変な日本の夏が始まるっていう、そんな感じです。はい、皆さんの国はどうでしょうか？暑い夏を過ごしていますか？はい、ということでですね、今日は私一人のポッドキャストなんですけど、日本の夏に必要なものについて話していきたいと思います。みずきです。チャンネル登録お願いします。日本の夏、本当に暑くて湿度も高いですよね。そんな夏に私が必要だと思うものをちょっと今日は紹介したいなと思います。でその前にそういうね、すごく気温が高くて湿度が高い日本の夏をオノマトペで表現するならどう表現するかなって考えてたんですけど、だいたい3つぐらいかなって思います。一つがムシムシ、うわームシムシするねとかで、2つ目がムワムワです。なんかムワムワするねって言ったり、3つ目がモワモワです。ムワムワとほとんど同じなんですけど、なんかモワモワするねみたいな。だいたい全部湿度が高くて気温も高くてなんか空気が重たいっていう、そんな感じを表しているオノマトペかなって思います。ね、それぞれの細かい意味とかまた気になったらぜひ調べてみてください。はい、それではですね、大変な夏を乗り切るにはいろんなアイテムが必要だと思うんですよ。でひんやりする冷たい枕カバーとか冷たい布団カバーとか、そういうのも欲しいんですけど、まだそういうのは買ってなくて、でも今日はそれ以外で3つ紹介したいと思います。1つ目が食べ物系です。こちらは塩分チャージでございます。はい、ここにあるのでちょっと紹介したいと思います。こちらはですね、塩分チャージです。塩分チャージの梅味ですね。はい、ここに梅って書いてあるんですけど、塩分チャージの梅味です。夏ね、汗かくじゃないですか。汗かくと水分補給だけだとちょっと足りないなって、ね、ニュースでもよく言われてるので、もちろん水分補給も大事ですけど、それ以外にあとは塩分、塩も取ってくださいねっていうふうによく言われていて、で塩分チャージはそれをね効率よく取れる、しかも美味しい梅味って私が大好きなものです。はい、なので日本の夏にもし塩分チャージを見かけたらぜひ試してみてください。はい、熱中症対策にねとってもいいと思います。はい、そして、2つ目と3つ目は体を冷やす系のものになります。じゃあ2つ目紹介しますね。2つ目はこちら、アイス枕です。はい、で、なんかもうちょっとね大きいやつとかもあるんですけど、私は大きすぎるとなんか頭全体にきちゃって、頭全体が冷えちゃってちょっと冷えすぎるなって思うので、ちょっと小さめでちょうど首のあたりだけを冷やすことができるぐらいのアイス枕が良くて、このサイズのものを買いました。はい、これはどうですかね、日本以外にもありますかね。皆さんの国にアイス枕ありますか？これを基本的には冷凍庫に入れておいて、で夜使いたい時は寝る前に出して、このままだとちょっと冷たすぎるのでタオルで巻いて枕の上に置いて一緒に
寝るとひんやりして気持ちよく夏でも寝れるよっていう感じです。はい、それでは最後3つ目ご紹介したいと思います。3つ目はこちらです。ででん。これはですね、いろんな呼び方あるんですけど、クールネックリングっていうものです。はい多分英語から取ったんじゃないかなと思うんですけど、クールネックリングです。涼しくて首を冷やすためのリングですね。はい、なのでこちらはこんな風に首にかけて使います。はい、でこれはすごく冷たいっていうわけじゃなくて、いろんなタイプがあるんですけど、この私が買ったやつは28度のタイプのものです。はい、でもね、夏暑い時って30度以上とか35度以上とかがほとんどなので、28度でも結構ね冷たく感じるんですよ。でこれすごくいいのが、例えばエアコンをつけた部屋だったら結構涼しくなるじゃないですか。なので28度以下の場所に置いておけばもうこれ固まってくれるんですね。で固まってる時はもうちゃんと冷たくて使うことができます。で、使ってるとだんだん温まって液体になってくるので柔らかくなるんですよ。でも、急いでる時は冷蔵庫にちょっと入れておいたらすぐまた固まるし、そんなに急いでないよっていう時はエアコンの効いた涼しい部屋にただ置いておくだけでまたちょっとしたら硬くなってすぐ使うことができるので、なんかね冷えすぎなくてちょっと涼しいなぐらいで、でもすごく使いやすくて便利だなと思ってこれをね先週ぐらいに買ったんですけど、買ってからはもうほぼ毎日使ってます。はい、今年買ってよかったものの一つこれです。はい、ちょっと前に皆さんにお話ししたと思うんですけど、今年買ってめちゃくちゃ良かったものはこの椅子ですね。はい、この椅子は座り心地がとても良くて買ってよかったなって思うんですけど、その次ぐらいにこのネックリングも買ってよかったなって思ってます。はい、そんな感じで3つご紹介してみましたがいかがでしょうか。はい、であとはまだ持ってないけど欲しいものもありまして、それが日傘です。ですね、日傘実は一つ持ってるんですけど完全遮光タイプではないので少し光を通しちゃうんですよね。なので完全遮光タイプって言ってもう完全に太陽の光を通さない、そして UV も 100% カットできるっていうね日傘が売ってるので、そういうちゃんといい日傘も欲しいなって思ってます。もう本当に日本の夏は暑すぎるので、外を歩くときはそういうね完全遮光タイプの日傘があった方が熱中症になりにくいんじゃないかなと思っていて、なのでそれを近いうちに買いたいなって思ってます。買ったらまた紹介しますね。あとはですね、よく日本で、使っているのがミニファンですね。ちっちゃい扇風機みたいな感じで手で持って使うことができるので、それでね風が来て涼しくてすごく使いやすいと思うんですよ。でミニファン実は私も持ってて家にあるんですけどまだ一回も使ったことないんです。なんでかっていうと、なんか外を歩く時に手で何かをずっと持っているっていうのがあまり好きじゃなくて、なのでまだ使ったことはないんですけど、そんなことも言ってられないぐらいもうね暑くなっちゃうと思うので、例えば車で出かけてそこからどこかね歩く時とか、そういう時はねいらない時は車に置いておけるしいいなと思うので、ちょっとずつそのミニファンも使っていきたいなって思ってます。はい、そんな感じで今日はですね日本の夏に必要なものアイテムを紹介してみました。皆さんはどうですか？なんか夏に絶対に必要なものとか使っててお気に入りのものとかありますか？もしよかったらぜひコメントで教えてください。はい、じゃあ今日はちょっと短めですけどここまでにしようかなと思います。
チャンネル登録とグッドボタン、コメントをよろしくお願いします。チャンネル登録者3000人目指してますので、ぜひご協力よろしくお願いします。そしていつも通りですが、私の日本語のオンラインレッスンはiTalki とプレプリでやってますので、よかったら一緒に日本語を勉強しましょう。はい、それでは改めて最後まで聞いてくださってありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。またねー。See you later. Bye bye.